おお、来た。2021年12月3日、とうとうこいつが開通しました。中国ラオス鉄道です。この動画では中国ラオス鉄道って何なのか、どんな意義課題があるのか、これらについて説明していきます。はい、ミドルキングダムの和樹です。久しぶりの動画です。皆さん、ラオスって言ったことありますか？そもそもラオスがどこか知らない人もいますかね。ここにあります。中国の下、タイの上です。日本からの飛行機はありません。最高に綺麗な自然と美味しいご飯とランボルギーニみたいな薬があるこのラオスに、とうとう中国ラオス鉄道が開通しました。ランボルギーニみたいな薬はラオスで体調崩した時にもらいました。中国ラオス鉄道は中国の雲南省昆明っていう場所からラオスの首都ビエンチャンまでをつなぐ全長1000キロ超の国際鉄道です。約6800億円をかけて2016年から工事が進められて、2021年の12月3日とうとう開通しました。ラオス初の本格的な鉄道、中国の国際戦略に重要な鉄道ってこともあって、12月3日の開通式には中国の習近平国家主席とラオスのトンルン国家主席もオンラインで出席したそうです。でもコロナの影響もあって、やっぱり国際移動が厳しいらしくて、中国ラオス鉄道っていうんですけど、当面の間は中国国内、ラオス国内の運行にとどまって越境移動はないらしいです。じゃあ中国ラオス鉄道はどこを走っているのか、路線図を見てみましょう。はい、こんな感じ。雲南省昆明からラオスのビエンチャンまで全長約1000キロ、中国側は昆明からモハンまで613キロ、ラオス側はビエンチャンからボーテンまで422キロです。中国側は昆明油脂区間の106キロと油脂からモハンの507キロに分かれていて、昆明油脂区間は2016年から先行的に開業しています。今回12月3日に開通したのは507キロの油脂モハン区間とラオス区間の全部422キロです。線路の種類としては昆明油脂区間が複線、要するに複数の線路が走っているタイプで、油脂からモハンが複線と単線の混合、ラオス区間は全部単線です。もう一つだけの線路です。駅については中国側には現時点で昆明駅からモハン駅まで14の旅客駅があります。ラオス区間にはビエンチャンからボーテンまで10の旅客駅があります。でその他にもそのラオス側には約20カ所の貨物駅もあります。じゃあ中国ラオス鉄道はどんなところを通るのか、実際にこの地図で見ていきたいと思います。まず中国側から見ると、中国ラオス鉄道はまず昆明から出発します。昆明はだいたい700万人の人口がいる雲南省の省都で、昆明駅と昆明南駅があります。昆明を出るといろんなちっちゃい町を抜けてプオールに着きます。でプオールっていうのはプアール茶で有名な町です。プオールの次はシーサンパンナに着きます。この町はタイ族自治州っていう場所にあって、なので少数民族が多くて観光資源も豊富です。例えばナイトマーケットとかトナジャっぽい寺とか水かけ祭りとかランタン祭りなんかがあります。これめっちゃ綺麗だったんですよ。たまたまつけて、シーサンパンナから先はかなりの奥地で、ラオスに入る直前には中国国境の町モハンがあります。でモハンからとうとうラオス側に入ると、もう誰もが途中下車したい観光地ルアンパバーンがあります。ルアンパバーンはメコン川沿いにある世界遺産の観光地で、も自分も行ったことあってめっちゃ最高です。超おすすめです。ルアンパバーンの次はバンビエンです。ケイリンみたいなのんびりした自然が綺麗な観光地です。で自分はこの街で体調崩してランボルギーニみたいな薬をもらいました。もうね、びっくりしましたね。そしてバンビエンを出るととうとうラオスの首都ビエンチャンに着きます。この1000キロ以上もある中国ラオス鉄道、途中にはいっぱい山とか谷とか川があります。だから道中にはたくさんのトンネルと橋があります。例えばトンネルは167箇所あって、ラオスには75箇所あります。でこれ調べてめっちゃ驚いたんですけど、ラオス側にトンネルいっぱいあって、ラオス区間の約半分 50% はトンネルの中らしいです。ってことは約200キロぐらいラオスの方はトンネルなので、よく掘ったなって感じですよね。ちなみに
中国ラオス国境の地下もトンネルで、名前が友情トンネルって呼ばれてます。橋は全体で301あって、ラオスには167あります。中国側にはやばい橋があって、例えばこれユエンチャン特大橋っていうんですけど、なんとこの高さが237メートルらしいんですよ。これどんくらい高いかっていうと、東京タワーのトップデッキが250メートル、自由の女神が93メートルなんで、並べてみるとこんな感じ。こんな場所走っているような感じらしいです。中国ラオス鉄道の車両ですけど、こんな感じです。食堂車付きの9両編成で1等車と2等車があります。中はこんな感じらしくて、すごい綺麗ですよね。あとこれ面白いのが、言葉が英語と中国語とラオス語で書かれてます。定員は720人、最高時速は160キロで、昆明と輸出区間だけは200キロです。これで例えば北京と上海を350キロで走っている中国高速鉄道に比べると、すごい遅い方なんですよね。だから中国ラオス鉄道は厳密に言うと高速鉄道ではないらしいです。じゃあこの中国ラオス鉄道はどんな感じで運行しているのか、中国の旅行アプリを使って本当にこの区間のチケットが買えるのか試してみたいと思います。コロナの影響で中国からラオスの越境運行はないので、とりあえず昆明からモハンまでのチケットを探してみたいと思います。昆明からモハンですね。例えばクリスマスイブない、途中までしかないですね。じゃあ途中の C3 パンナからだったらどうですかね。C3 パンナからだったらモハンの行く電車がありますね。でも1日たった1便だけですね。めっちゃ安いな。56元か。でラオス区間なんですけど、ラオス区間も今中国から買えるのかな。ないですね。だから中国の方ではまだラオスのチケットは買えないっぽいですね。ラオス区間についていろいろ調べてみたら、ラオスチャイナレールウェイリミテッドっていう会社が公開しているラオス中国鉄道旅客開通広告っていう、ラオス語と中国語で書かれた文章があって、そこにラオスの区間のチケットは駅のチケットカウンターでしか買えないって書いてありました。だからまだオンラインではチケット買えないんですよね、ラオスの方では。でビエンチャンタイムズによると、営業運行初日4日ですね、ビエンチャンの駅にいっぱい人が並んでチケットが完売したっていう記事もありました。この開通広告って文章結構面白くて、駅の情報とか時刻表とか料金表、チケット購入から乗車までの手引き、注意事項なんかもラオス語と中国語で書いてあります。例えば運行スケジュールは当面はこんな感じらしいです。1日にビエンチャンボーテン1往復とビエンチャンルワンパバン1往復の運行らしいです。ラオス区間って単線だから、このスケジュールって電車が被らないように時間設定されてますよね。ちなみにラオス区間ではコロナ期間中6つの駅しか営業していないらしくて、貨物列車は2往復運行するらしいです。じゃあ全体的に主要駅の間の使用時間と料金をまとめてみるとどんな感じなのか、こんな感じです。昆明ビエンチャンの直行便はまだないんですけど、全部乗り換えて移動できるっていう風に単純計算すると、最速で7時間45分で移動できます。料金はだいたい6000円から1万2000円くらいで、そんなに高くはないですよね。でも時間はめっちゃかかるので、この中国ラオス鉄道の利用方法としては、例えば昆明から C3 パンナとかビエンチャンからルアンパバンみたいな途中の方が便利そうです。例えば昆明 C3 パンナは使用時間3時間で、料金は2300円から5800円です。人気観光地なんで、こうやってすごい便利に移動できると行く人も増えそうです。ラオス側で言うと、ビエンチャンルアンパバンなら2時間、バンビエンルアンパバンなら1時間で移動できます。ビエンチャンから中国国境のボーテンまでだと3時間半かかります。はい、ここまで中国ラオス鉄道について説明してきました。多分ね、日本語でここまでまとめてる人はなかなかいないんじゃないかなと思います。最後は中国ラオス鉄道の意義と課題について話したいと思います。まず自分が考える意義は4つあります。1つ目はとにかく便利っていうことです。これさっき見せた使用時間と料金の表なんですけど、多分この地域のことをあんまり知らない人だったらふーんって聞き流したと思います。でも例えばこのビエンチャンからボーテンまでの移動って今は3時間半なんですけど、
今までだったら陸路で1日から2日間かけて移動してた道のりです。1日から2日ですよ。それが今は3時間半です。それがどんなに便利で、どんなに助かるかっていうのは言うまでもなくわかるかなと思います。観光客がいっぱいいるラオスのルアンパバーンとかバンビアンにしても、前って移動は結構大変だったんですよ。自分もこの地域を旅したことあるんですけど、ハイエースで4時間かけてもうボッコボコの山道でもう頭を手にガンガンぶつけながら移動したのを覚えてます。今ならこの鉄道でたった1時間ですよ。料金もバスとミニバンと大して変わんないんで、もうめっちゃ便利ですよね。中国側も同じような感じで、 C3 パンナって結構な秘境で、昆明からバスで8時間かかるんですよ。だから夜行バスとかで行ったりするんですよ。でも今なら3時間ですよね。めっちゃ便利です。2つ目は経済です。まず中国ラオス鉄道で貿易量が増えるって言われてます。世界銀行によると、中国とラオスの貿易量が2016年の120万トンから2030年までには370万トンに拡大するって言われてます。ラオスを経由して中国と東南アジアの貿易量も増えるって言われていて、2016年の200万トンから2030年までに390万トンに増えるって言われてます。例えば昆明からビエンチャンの貨物輸送ってこれまでは 2,3 日必要だったらしいです。でもこれから鉄道を使えば通関手続きの時間を除いて24時間以内に短縮されるらしいです。めっちゃ早いですよね。あとやっぱり移動が便利になったので、観光客とか一般人の移動が増えるんじゃないかっていうふうに言われてます。3つ目はそれに関連してもっと大きな話をすると、ラオスにとって中国ラオス鉄道ができたことで、これまでの閉ざされた内陸国から連結国になれるっていう意義もあります。ラオスって国土の8割が高原と山地で、東南アジア唯一の内陸国です。海がないんですよ、ラオスだけ。世界で最も貧しい国の一つでもあります。でこれまではタイから数キロだけ伸びている路線があっただけで、本格的な鉄道っていうのはありませんでした。でもとうとう内外を連結する鉄道ができて、これからは貿易とか観光とかいろいろなことで経済を活性化していくことができるかもしれません。最後4つ目は中国にとって、中国ラオス鉄道は中国の国際経済圏構想一帯一路の実践になります。中国はこういう構想を通じて外国との連結性向上とかインフラルートの多様化とかをしようとしています。実は中国ラオス鉄道の先にはタイ、マレーシア、シンガポールまで鉄道で結ぶ構想もあります。中国としては中国ラオス鉄道を作るだけじゃなくて運用も成功させてその次につなげたいっていうのがあるかもしれません。この鉄道をずっとつなげていくっていうのはすごく難しいんですよね。はい、ここまでは意義についてだったんですけど、ここからは課題について話します。課題としては、さっきの意義とぶつかるんですけど、この中国ラオス鉄道の採算性の低さと債務負担の増大です。っていうのも、この中国ラオス鉄道って採算性が低い、あまり儲からないって言われてます。理由としては、例えば中国ラオス鉄道のラオス区間って単線なんですよ。ってことは線路が一つしかないので、貿易量とか観光客が増えるとしてもこの限界があるんじゃないかなって思います。あと今はコロナの影響で中国とラオスの越境運航していなかったりとか、ラオス国内でも限定的な運航にとどまっているっていう問題があります。債務負担の増大っていうのは、要するにこのラオスの借金が増えちゃうっていう問題です。っていうのも中国ラオス鉄道ってすごく高いんですよ。事業費は約6800億円なんですけど、それってラオスの GDP の3割なんですよ。負担の割合は7割が中国政府と中国企業、3割がラオス政府らしいんですけど、このラオス政府の資金の大半も中国からの融資で賄われるらしいです。だからラオス借金しすぎて大丈夫かとか、中国に依存しすぎじゃないのかとか、そういう懸念があります。こういう問題はよく債務の罠って言われるんですけど、いろんな記事とか情報があるので勉強してみてください。中国ラオス鉄道どうでしたか？自分全然この鉄道オタクとかじゃないんですけど、この中国ラオス鉄道はすごく面白くていっぱい話しちゃいました。このプロジェクトはすごく大きいのでいろいろと問題なことあるかもしれないんですけど、それは議論解決していけばいいと思うんですよね。でもやっぱり思うのは、これ生活してる人とか旅行する人の目線に立って考えてみると、中国ラオス鉄道ってすごくありがたいと思うんですよ。これまで半日とか1日半かけて移動したものがたった1時間とか3時間半で移動できるようになっちゃうんですよ。
そしたら例えば簡単に地元の家族に会いに行けるかもしれないし、出張にも行けるようになるかもしれませんよね。日本だって1964年に東海道新幹線ができて、気軽に東京と大阪を移動できるようになりましたよね。それと同じようなインパクトがこの中国ラオス鉄道にもあるんじゃないのかなと思います。いや、これすごいですよね。面白い。